この国、何の国ですか？見たことある。これ、マレーシアの現首相なんですけども、名前わかりますか？綺麗だなって思う方いらっしゃいますか？ Bapak saya orang Jepun dan ibu saya orang Cina Malaysia. Kaca shock yang paling besar. いただきます。Dari Jepang. Hi, this is Kouji from Dari Japan. Hari ini saya akan tanya orang Jepun tentang perasaan mereka terhadap Malaysia. Kami sebenarnya bertanya kepada orang Jepun kuis tentang Malaysia. Bertanya kepada orang Jepun yang belajar bahasa Melayu, mengapa mereka belajar bahasa Melayu, dan juga membuat mereka coba makan sate. Jom. この国、何の国ですか？見たことある。マレーシア。マレーシ普段何されてますか？キッチンカーで、チュロス販売してます。今日はある国についてのクイズを行いたいんですけども、今から見せる国旗の国の名前をお答えください。わかんない。こちらです。ベルギ正解はマレーシアです。ア。じゃあ、マレーシアってこの世界地図の中でどこだと思う？ー。お願いします。マレーシア。この辺とかじゃないですか？なんか、ここら辺だよね。ここら辺。正解はこちらになります。答えてください。これです。正解です。マレーシアの中の首都、日本でいう東京みたいなので分かったり最初の文字。最初の文字はクです。クアラルンプールで。正解です。めっちゃすごいですね。やば。ちなみにこの建物とか知ってます？それさすがにちょっとわかんない。ペトロナスツインタワーって言って、一応マレーシアですごい有名な建物です。この建物はペトロナスツインタワーです。行ったことありますか？います。これマレーシアの現首相なんですけども、名前わかりますか？わかんないですよね。最初の文字とか。あですか？わかんないです。わかんないですね。アンワル首相って言います。ぜひ。アンワル首相。アンワル首相。はい。はい。現マレーシアの首相の名前お答えください。アンワル首相です。正解です。マレーシアのお金の名前とか知ってます？ヒントは R から始まります。ありますか？なんだ。マレーシア。ラム。ラム。リンギットっていうね、リンギット、マレーシアっていうね、リンギットと国名のマレーシアがついてます。で、マレーシアの通貨はリンギ。じゃちょっとここから気軽な問題で、これマレーシアで、人気の芸能人の方なんですけど、この中で、かっこいいというか、いいなって思う男性の方います。この人。私もこの人。私これ。髪がいいですね。髪型、センターパート推しですか？ちょっと長いのいいです。はいはいはい。短髪より長いの。なんか、目がかっこいい。なるほど、なるほど。なるほど。見たね。ほんと、このタイプ。見たね。はい。じゃあどうしていくか。なんか、ディズニー。いそうっすね。ありがとうございます。理由は何ですか？もう、パッと行きましたね。ちなみにこの方以外だったら、彼です。はい。理由は何ですか？なんか、男らしいのと、顔がかっこいいなと。女性の方で、綺麗だなって思う方いらっしゃいますか？別ですね。確かに、ファッションも含めて、どうしてこちらの方は選ばれました？ディズニー好きなんですか？好きです。なるほど。いや、この人ですね。この人結構断然。めっちゃ可愛い。私もこの人だわ。すごい。私この人かも。はい。顔の小ささ。顔の小ささ。小ささ。なんだろう、もう全部綺麗ですね。オーラっていうか。この方です。この方ですか？はい。ミラフィルザさん。理由は何でしょう？なんか、すごい色白くて、こんな顔いっぱい出してるのに、美人ってすごいなと思って。マレーシアで人気の女優とか歌手をやってる方です。すごい綺麗。マレーシアって行ったことありますか？はい、1年間現地で留学してました。マレーシアで、良かったと思う思い出みたいな出来事ありますか？僕は日本の大学でマレーシア語を勉強してたので、
現地に行った時も、そのマレー語を通じて、現地の人と楽しく会話をするとかがすごい楽しかったです。特に、クランタン州とか、トレンガヌ州とかは方言が強い州なんですけど、そういった州に行っても、自ら方言を覚えて、現地の人とコミュニケーションを取る。例えば、マケナスクラブとか、メメクラテホチョメチョメロテとか、そういう表現とか覚えて、現地の人と対等に現地語を使って仲良くなるっていうのがすごい楽しかったです。逆にマレーシアでこう嫌だった思い出みたいなのってありますか？マレーシアに着いたのが2022年で、2022年の4月かな。1ヶ月間、ラマダンの期間、断食に挑戦したんですけども、なんか、ある日の、ブカポアサで、イカンバカールをパサーラヤで買ったんですけども、そのイカンバカールを5人でみんなで食べたんですけど、もう4人とももう次の日、吐き気、高熱、下痢でもうダウンしちゃったんですけど、でも断食中だし、その断食は続けたい、挑戦、最後までやりきっていたいっていうので何度か我慢して、1ヶ月間の断食は、成功したんですけども、でもその期間すごい苦しかったです。じゃあ最後、マレーシアの方にメッセージお願いします。そうですね。やっぱり1年間留学してたっていう思い出もあるし、やっぱり現地にはたくさん友達とかお世話になった方がいるので、また機会があれば、ぜひマレーシアに行ってお会いできればと思ってます。マレーシアに行ったことありますか？あります。1年間マレーシアに留学しに行ってました。マレーシアに滞在してみて、すごく良かったなって思うことはありますか？まあ、いくつかあるんですけど、まず一つは、安くで美味しい食べ物が食べられるっていうところで、なんか、ママクっていうところがあるんですけど、そこで食べれるロティチャナイとか、ナシゴレンとかミーゴレンみたいなものが、すごい、もう日本では考えられないぐらいの値段で食べれるので、それがすごく良かった点です。僕が行ったところで一番心に残っているところが、ルダン島っていうところがあるんですけど、そこの海がもう信じられないぐらい綺麗で、マレーシアの自然の良さっていうのはすごく好きです。で、逆にマレーシアでカルチャーショックというか嫌だったこととかってありますか？マレーシアの嫌な部分はそんなに出てこないんですけど、カルチャーショックというか、文化の違いっていう面で言うと、最初マレーシアに行った時は、マレーシアって多民族ですけど、6割以上がイスラム教徒で、そのイスラムの文化とかをなんか学んでいく時に、なんで豚を食べないんだろうとか、なんで1日に5回もなんかお祈りとかしないといけないんだろうっていうのが、ちょっと意味がさっぱりわかんなかったんですけど、でも徐々にこう現地の人と関わっていくうちに、なんか生き方だったり考え方の違いっていうのをすごい受け入れれるようになって、そこからはなんか宗教観に対してリスペクトを持てるようになりました。じゃあ最後、マレーシアの方にメッセージがあればお願いします。僕はマレーシア今まで多分3回ぐらい行ってて、で、ずっと留学してたっていうのもあって、すごい人も文化も食べ物も大好きなので、また機会があればぜひ行きたいと思います。マレーシアに行かれた経験はありますか？はい、マレーシアの語学学校に1年間通いながら、先輩と後輩と一緒に YouTube やってました。マレーシアで滞在していく中で、マレーシアの良かったところって何ですか？良かったところは、人の温かさっていう点ですかね。日本は正直、社会の中であまり積極的に他の人と深い関係を築く局面は少ないと思うんですけど、マレーシアの人たちはもう家が近所だったり、そうでなくてもいろんな人ともう家族のように接して、すごく深い関係を構築するのがすごく上手だなっていうふうに思っていて、実際僕たちがお世話になったマレーシアの家族の方も、たくさんのものを与えてくださって、いろんなことを教えていただいたので、すごく感謝していますし、実際街中でも、駅の近くに少し貧しい方がいらっしゃると、皆さん積極的にお金を渡したりっていう姿が印象的でした。やっぱ日本でそういう、金銭的援助みたいなことをするのは少しみんな抵抗があったりして、やっぱり他者にそこまで深く入り込んでいくっていう対人関係はものすごく少ないので、そこは少し考えることがありました。わかりました。じゃあ逆に、マレーシアに住んでて嫌だったことってありますか？嫌というか、最初すごく驚いたのが朝4時か5時ぐらいにアザーンって言って、宗教的な
放送みたいなのがあるんですけど、最初は僕結構朝早く起きるタイプなんで、朝起きるいつもの時間のちょい前にそれが鳴ると、うわー、このタイミングかーみたいな。うわー、ちょっと、まあ、失礼かもしれないですけど、ちょっとうるさいなーみたいなのは最初思っていて、で、まあ、半年一年っていれば、まあ、慣れて、まあ逆にそれがない日常が、もうマレーシアじゃないんだって思うきっかけでもあります。じゃあ最後に今見てるマレーシアの皆さんにメッセージをお願いします。はい。マレーシアの皆さん、すごく長い間お世話になって、YouTube の活動している際などは、皆さんのたくさんの応援のおかげですごく楽しい素敵な時間を過ごすことができました。まあ実際今は僕たちみんな日本に帰って、あまりマレーシアの皆さんに向けた発信はできていないんですけど、僕の夢が世界中の方々に日本の文化を発信することで、発信をするためにいろんな宗教観であったり、多文化社会を理解するために、まあ、マレーシアで勉強させていただいたり、その後インドネシア、東南アジアの国を回らせていただいたっていう背景があるので、まあ、今後僕たちは世界中の方々向けにいろんなコンテンツを発信していきたいと思っています。まあ、少し以前のような体系のコンテンツを発信する頻度は落ちてしまうんですけど、もし僕たちのコンテンツに興味があったら、これからこのチャンネルに上がっているような動画を制作していくので、ぜひ視聴していただけたら幸いです。よろしくお願いします。This channel produces the following 4 types of videos. The first one is various interviews related to Japan. The second one is a day in the life of Japanese people. The third one is reaction videos on various topics. And the last one is about how the lives of people from different countries are in Japan. This channel is definitely the best channel to learn more about Japan. If you find this video interesting, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Siapa orang tuanya yang orang Malaysia dan yang orang Jepun? Bapa saya orang Jepun dan mak ibu saya orang Cina Malaysia. Apa perbezaan besar antara Malaysia dan Jepun? Perbezaan yang paling besar ialah cuacanya, obviously. Malaysia sangat panas dan あとめっちゃ暑いから多分飲み物とかが、まあ冷たいものが多かったり、あとマレーシアだとクーラーとかめちゃくちゃバカみたいに強かったりとかがあったりしますね。物がやっぱり日本の方が美味しいかなと思っていて、僕は。マレーシアもなんかジャンキーな美味しさっていうのはあると思うんですけど、マレーシアの食べ物とかって脂っこくてみたいなのはあると思うんですけど、まあ日本の方がやっぱり繊細な味というか、めっちゃ丁寧に作られてる感は一般的にはあるかなと僕は思ってます。はい。Suka Malaysia kah? Suka sangat. Pernah tak pergi ke Malaysia? Pernah. Bolehkah ceritakan tujuan anda ketika pergi ke Malaysia? Masa saya duduk kat Malaysia, saya pergi sebagai seorang pembantu bahasa Jepun, cikgu bahasa Jepun, dan saya ajar dekat sekolah tinggi di Malaysia. Pernah masuk di manakah anda tinggal di Malaysia? Saya duduk di Terengganu, Dungun, Berapa lama tinggal di Malaysia? selama 7 bulan. Bolehkah ceritakan pengalaman manis dan pengalaman pahit semasa berada di Malaysia? Pengalaman manis, saya dapat ramai kawan-kawan, macam keluarga, semua cikgu di sekolah yang saya kerja, dan budak-budak, student, semua sangat baik dan saya sayang mereka. Dan pengalaman pahit, tak ada pengalaman pahit, tapi satu perkara yang saya rasa susah adalah ada logat, aksen, dialek di Terengganu. Jadi kadang-kadang berkomunikasi dengan mereka susah sikit. Jadi tak belajar logat-logat di Terengganu? Sikit tapi tak pandai cakap. Bolehkah bercuba bercakap Terengganu? Okay. Comelote. Adakah culture shock sepanjang berada di Malaysia? Culture shock banyak. Ada janji Melayu kan. Culture shock yang paling besar. じゃあ、さてってご存知ですか？
知らないです。知らないですか？マレーシアで大人気の食べ物で、日本でいう焼き鳥みたいなものを買ってきたので、それをちょっと食べてもらうことできますか？おお、食べてみたいです。ありがとうございます。試食お願いします。了解です。美味しいです。なんか、日本の焼き鳥みたいなんですけど、焼き鳥との違いとかわかりますか？なんかちょっと甘い。いただきます。めっちゃ美味しいです。見た目結構普通の焼き鳥ですね。はい、ちょっと、このソースとかがちょっと特徴的なんで、ちょっと、絡めて食べてもらって。いただきます。ありがとうございます。どうですか？なんか甘くてソースがめっちゃうまいです。この甘いのは、ピーナッツソースが、めっちゃ美味しいです。美味しいです。言われてみればピーナッツですね。はい。うまいです、うまいです。ピーナッツだから甘いんだ。はなるほど。い。これがすごい地元で人気らしいんですよ。めちゃくちゃうまいです。本当ですか？ちょっと先ですか。もうこれ全部一本。一本いっちゃっていいですか？はい。いただいてください。いただきます。ありがとうございます。やった。また食べたいですか？めちゃくちゃ食いたいです。作り方知りたいです。焼き鳥とサテはちょっと違うですよね。違いますね。やっぱタレが独特ですよね。このピーナッツ風味のタレが個人的にめっちゃ推してます。いただきます。 Okay, then let's have Kouji and Shun try Malaysian food at the end. ミーゴレン。 How do you like the taste? うまっ。Wah, mie goreng sini sebenarnya paling sedap antara mie goreng yang saya pernah makan di Jepun. Lumayan. Saya makan ayam rendang bersama sambal hijau yang pedas gila. Makan. Ayamnya lembut sekali dan kandungan sos dia dan ayam ini terbaik. Padu. Saya makan udang. Udang ini boleh makan dari otak. Makan. Lembut. Dan rasanya mungkin ini simple, very simple. Tidak ada rasa. Mungkin rasa ini cocok lidah orang yang Jepang ya. Nihon no churhan みたいなのに近い。で、卵が生っぽいから、こう、とろけてめちゃめちゃ米に合います。Nice! We hope we can go back to Malaysia. はい。はい。ジュンパラギー、ジュンパラギー。Hey!